京都の時はやっぱ職場の人がいるっていうのはちょっとやっぱり怖かった。主張することがなんかあんまりいいとは思ってなくて、みんなそれぞれにしんどいことがあるんやから、自分で頑張れよみたいな。あと、ちょっと嬉しいことに、一回、ちょっと結果でございます。せーの。皆さんこんにちは。カネです。コッペです。今日は何の動画かと言いますと、はい。10月の8、9、今週の土曜日と日曜日にレインボーフェスタ2022が大阪であるんですけれども、それに私たちも参加するご報告です。参加します。はい、8日土曜日なんですけども、11時55分から12時15分、約20分間、コッペライブをいたします。で、9日の日曜日なんですけども、13時から14時までパレードがあるんですけども、その中で僕たちアウトジャパンさんのフロート車に乗って、フロート車の上から、パレードを盛り上げたいと思います。札幌レインボーパレードでもフロート車乗らせていただいたんですけども、引き続き乗らせていただきたいと思っております。来れる人がいたら、ぜひ大阪の扇町公園で、8日と9日ありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。8日はコッフェのライブがあるので、ぜひ見に来てください。はい、お願いします。はい、9日のパレードは沿道で、声援をいただけると嬉しいです。そうですね。なんか沿道から応援いただけるのも非常に嬉しく思います。また当事者の方もですね、なかなかカミングアウトしなかったら参加したりとか、沿道から見るのもバレては怖いと思われる方もいらっしゃる気持ちは僕たちもすごく分かっていて、沿道にたとえ来れなかったとしてもですね、しっかり僕たちなりにここに LGBT 当事者がいるんだよというような、メッセージもしっかりと届けていきたいと思っております。今回僕は地元大阪なんですね。で、地元でのライブおよび、パレード参加ということで、今までカミングアウトは地元では幼少期してなかったんで、いろいろ思うところというかですね、やっぱりドキドキもあるんですけども、僕は京都のレインボープライド歩いた時の方がやっぱり職場の方たちがたくさんいるんじゃないかなというドキドキがあってですね、それに比べると今回ワクワクというか、大阪はすごく楽しみに楽しんでライブパフォーマンスとかパレードできるんじゃないかなと思っているんですけども、カネ君は地元が京都で職場が大阪だったということで、はい、職場の方が、僕と逆バージョンで今回はパレード中とかもしくは会場にもいらっしゃるかもしれないということなんですけども、はい、今の心境はどんな感じ？はい、一回ちょっと結果でございます。1年半前まで大阪市内で勤務してまして、今回パレードを歩くところであったりとか、会場である扇町公園っていうのも、自分が働いた場所で、ゆかりがあるような場所なんですけれども、そうですね、1年半前まで勤務してた時っていうのは、レインボーフェスタがやってることっていうのもあんま分かってなかったですし、パレードとかがあるのも全然見ぬふりしてましたし、ニュースとかで流れても全然自分とは関係ないことだと思って、関心がなかったんですけれども、退職してから、レインボーフェスタとかを運営してるようなお友達ができて、どういう風な思いでやってるかとか、とても大事な発信をしてるっていうことをちゃんと自分自身が理解するようになって、で、自分たちも、参加できるものには参加していこうと思って今させてもらってるんですけれども、まさか自分が大阪の街をフロート車っていう車の上に乗ってパレードをするっていう日が来るとは全く思ってなかったんで、少し緊張というかのもあるんですけれども、全く恥ずかしいことでもなくて、隠すようなことでもなくて、また誰でもが、発信ができないので、私自身はできるので、強い思いを持って当事者がここにいるんだよ、レインボーパレードやってるなっていうのが、全然関心がない人にでも、たまたま見かけた人にでも、何か考えるきっかけになってもらったりとか、関心を持ってもらうきっかけになれるように、強い気持ちで皆さんに手を振ってパレードに参加しようと思います。
なんか職場の人があれ平田君やということで、見かける場合が、はいまあ、パレード見に来たじゃなくてただ街歩いてる方とかもいらっしゃると思うんですけど、心境はどんな感じ？そうですね。まあ自分自身も過去に新聞に載せてもらったりとか、ネットニュースに出させてもらったこともあるんですけれども、私という人間を通して、まあ LGBT のことに関心持ってもらったりとか、調べてもらったりとか、やればいいと思ってるので、どんどん気づいてほしいですし、知ってる人がいたら見てもらったらいいかなという気持ちです。はい。なんか俺は、その京都の時はやっぱ職場の人がいるっていうのはちょっとやっぱり怖かった。カミングアウトをしてなかった時の知り合いがカミングアウトした状態で自分をどう思われるのかなみたいな正直恐怖感みたいなのあったんやけど、金君はそこはない感じ？そうですね。今回初めてではないので、やはり一番最初、和歌山で歩かしてもらった時は、知り合いがいなくても怖かったんですけれども、まあそこから何回も全国のパレード歩いてって、気持ちも変わっていきましたし、まあ堂々と歩くことの方がかっこいいっていう風な認識に変わってきたので、まあ今回大阪でもちろん知ってる人とかもいるかもしれないですけれども、まあ他の都道府県で歩くのとそんな変わらないかなっていうところと、あと、ちょっと嬉しいことに、以前自分たちの記事をネットニュースに上げてもらった時に、元職場の大阪市の職場やった人とかが結構見てくださってて、まあ、連絡とかもくださったりとか、あと自分の YouTube やってることとかも知ってくださってる人もいるみたいで、今回すごいお世話になった、消防士時代にお世話になった先輩が来てくださるっていうことなので、そういう風に僕の活動を応援してくださる元職場の方もおられるんで、自分のお世話になった人たちに自分の姿を見てもらったり、今の活動をしてもらってるっていうのがすごい心強いので、そっちの方が上回ってるんで、そんなに恐怖心とかはなく、堂々とパレード歩いたり、フェスタに参加できそうです。素敵だね。ありがとうございます。職場の人が。はい。なんかその、にしてます。なんかその、前さ、パレードを歩くのも、その歩いてる人たちのこともよく思ってないみたいなことも言ってたじゃん、その、退職する前は。はい。なんかこの心境、この1年半か退職して、この心の変化みたいなのを聞けたら嬉しいです。はい。LGBT の話っていうのはアイデンティティの一つなので、わざわざこの主張することでもないと思ってましたし、まあ当事者だけじゃなくて、いろんな人がいろんなマイノリティであって、いろんな問題があって、それぞれ LGBT 当事者だけじゃない人たちも、それぞれにその悩みであったりとか葛藤であったりとか、ぶち当たってる壁がそれぞれあるので、なんか自分たちの主張とか自分たちがしんどいことを主張することがなんかあんまりいいとは思ってなくて、で、今思えば、まあそれは自分自身の問題、自分がこう日本では差別的な状況に置かれてるっていうことを向き合うことがまあ怖くて、目をそらしてた部分もありますし、なんかみんなそれぞれにしんどいことがあるんやから、なんだろう、自分で頑張れよみたいな、そんな跳ね返して自分で頑張れよみたいな認識があったんですけど、それはなんか同性婚ができないことがもう当たり前だと自分自身も思い込んでたりとか、例えば賃貸を借りるのが同性同士だったら借りれないのはもう当たり前やろっていう、マイノリティ側の意見に自分がこう寄ってってたんだなと思います。だからまあ差別されて当たり前だと多分自分で認識してたんだろうなと思います。ただまあ退職してからいろんな研修とかで LGBT に置かれている状況を当事者だけど初めて学んで、我慢しないといけないのが当たり前だと思ってたのが、そうじゃなくて自分たちは堂々と権利主張していいんだなっていうことに気づいて、やっぱりそれだったら発信できたりとか声を出せる人っていうのがおかしいっていうのを言い続けないと、日本社会は変わっていかないと自分自身がしっかり納得したので、最初は怖さもあったんですけれども、どんどん前に出て、過剰に当事者がいるっていうのを、社会に発信していった方が未来の日本のためにもいいのかなと思ってやるようになっております。はい。なんかこう、なんか日本で声を上げるっていうのが、デモとかもそうやし、おかしいことに声を上げるとか、なんかダサいとか、危険っていうイメージを持つ人が多いような気がしていて、でもなんか本当は自分の大切にしているものとか、身の回りの大切な人を守る手段として声を上げるっていうことがあるんじゃないかなと思っていて、そう思ったらなんか声を上げない方がダサいんじゃないかなとか、声を上げている、本当に自分が大切にしているものについて声を上げるっていうのはすごくかっこいいことなんじゃないかな、みたいにも思っていて、はい。
僕たち自身も今回、今年結構行ったよね。和歌山、京都、名古屋、東京、札幌。で、今回大阪なんですけども、そんな意思を持って、今回はもう、大阪のレインボーフェスタに参加しようと思います。はい。ということで、今週末やりますので、よろしければ皆さんも注目してみてください。はい。お近くでお時間のある方は、ぜひ遊びに来てください。はい。あと物販もやります。物販紹介しようかな。持ってくる。はい、ぜひ。ということで、ここから物販紹介に入っていくんですけども、まずハレクラニという、僕のフルアルバム10曲入りがございます。結構中身もこだわって飾るのもいいんじゃないかなと思っていて、CD もディスク版困難だったりとか、あと歌詞をね、しっかりと見ていただけたら嬉しいななんて思ってます。いろんな思いを込めて作ってますので、なかなかサブスクとかだと歌詞が分かりにくかったりすると思うんで、音楽だけ聴いてても一回こう文字で見ていただけたりしても非常に嬉しいです。まず CD ハレクラニでございます。この歌詞カードとか、ジャケットの絵っていうのは、要は、これは誰が描いたんですか？漫画日本昔話という僕たちが小さかった頃に放映されていたアニメがあるんですけども、その漫画日本昔話を手掛けられた前田康生先生に書いていただきました。ご縁があってですね、僕のこの10曲の曲を聴いた上で書いていただいた大好きなジャケットでございます。ありがとうございます。はい、ということで、まずハレクラニ。はい、CD です。はい。続きまして、僕が人生で初めて作った、Get Ready という3曲入りの CD もございますので、よろしければ会場で見てみてください。あれだ。オンラインショップもございますので、よろしければ。で、あと、ポストカード4枚入り。はい、僕たちのサイン入りということで、持っていきます。はい。札幌でもポストカード買ってくださった方が何人かおられました。ね、びっくりしたね。ありがとうございます。あと今回の洗いグッズをカネ&コッフェで作ってみようかなと思ってですね、今回洗いグッズを作りました。開けてみようか。あ、そうだね。このデザインは、カネ君。このデザインは誰が作ったんでしょうか？これ僕がデザインしました。はい。可愛いでしょ。カネ君イラストレーションできますので、お願いをしました。こんな感じで、キーホルダーを。ちょい。作っております。皆さん見えるでしょうか？なんかこんな感じで。洗いって書いてます。はい。で、一応6色の色で書いてます。あ、そうなんや。だって、ここにあれだね、ハートがないもんね、右の方。そうですね、洗い用にしたんで、6色、レインボーブラックの6色を使いました。僕たちもカバーにつけております。これもオンラインショップでも置いておりますので、参考にしてください。通販番組みたいになってきたな。あと、ボールペン。コッフェのオリジナルボールペンというのも作っております。5色展開なんですけども、ボールペンの色自体は黒地でございます。で、水性と油性の、中間のエマルジョンタイプという書き味、滑らか、スレスレ、某ジェットストリームさんと同じ仕様で、某ですよ、言ってるやん。作っております。スレスレなんですね。そして T シャツなんですけども、T シャツは製造を中止してある分だけになるんですけども、すべて本当在庫限りになります。一つ目が、はい。アルバム Get Ready のジャケットを大胆にプリントした黒の T シャツでございます。XL です。オーバーサイズで着ていただけると嬉しいです。続きまして。コッフェ君のね。はい。コッフェ T シャツでございます。シンプルに、作っております。こちらも XL ということでございます。はい。ワンサイズ？ワンサイズ。もうすべてね、今回 XL で統一しております。大きめにね、着てもらったら。はい。で、今回 T シャツは一旦製造を中止したんですけども、最後の新作でございます。札幌でも何枚か売れました。はい、金くんデザインの洗い T シャツということで、こちらは在庫数枚ありますけども、もしよろしければオンラインショップでも可能ですし、会場でも持っていきますので、よろしくお願いいたします。はい。そんな感じかな。以上か。はい。そんな感じでございます。ということで、今回はレインボーフェスタ in 大阪扇町公園に行く前に、どんな心境かというようなところを収めておきたいなと思って撮りました。なんか言っておくことない？はい、ないです。
はい、大阪で、皆さんとお会いできること楽しみにしております。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。